っと二人になれた。疲れたね。まあそうなんだけどさ。そっか。あなたの方がよっぽど疲れてるか。私の実家だからね。え？どれ？あれ？あれは、ポスター。そういうことじゃないか。あのポスターは、ね、高校の時ハマってたバンドのポスター。うん。いいよ、言ったってどうせわかんないから。明日自分で調べて。どれ？ぬいぐるみ？それは私だってディズニーが好きな時期だってありましたよ。ね。今の家にキャラクターグッズなんて一つもないけど。もういいからそんなジロジロ見なくても。恥ずかしいじゃん。そうだよ。子供部屋のままなんだから。大学の時から一人暮らし始めたから、その時からそのまま。まあ今はさ、なんか、物置みたいにお母さんが使ってるみたいだけど、基本的には何も変わってないよ。うん。あんまり隅々まで見られると恥ずかしい。まあでも、気持ちはわからなくもないけど。だって、私たちは、ね、大人になってから知り合ってるから、お互いのさ、小学生、中学生、高校生時代とか、知らないわけじゃない？だから、一体、子供の頃とかさ、もっと若い頃、どんなんだったのかなってのはさ、確かに気にはなるよね。
知りたいよ。小学校の時、どんな子だったのかなとか、授業でよく手を挙げる子だったのかなとか、席替えの時は一体どの席を好んでたのかなとか、どんな給食食べてたんだろうとかさ、どんな部活してたんだろうとか。まあそれは知ってるか。知りたいよ。全部知りたい。だって結婚するぐらいさ、好きな相手のことを何だって知りたくない？だってさ、知り合う前のことは、あなたから聞いたり、あなたの友達から聞いたり、あと、お父さんお母さんに聞いたりして、知っていることもあるけど、やっぱり実際にその時間を一緒に過ごした人たちとはさ、違うっていうか、その時代を一緒に過ごした人たちにはかなわないから、悔しいじゃん。だから、いっぱい何でも知りたいって思っちゃう。あれだよ。あんまり具体的なことは聞きたくないこともあるけど、私なんなら元カノのことだって聞きたいよ。初めてどんなこと付き合ったのかなとかさ。あんまり具体的なこと、事細かには聞きたくないけど、でも、そんなに嫌じゃないかも。聞いても。何その気まずそうな顔して。あんま言いたくない？別に無理に言わなくていいけどさ。なんでだろうね。あんまり、やきもちがないわけじゃないけど、そんな絶対に聞きたくないってわけじゃない。割とでも興味あるって感じ。多分、結婚してるからだと思う。だって、元カノさんたちは、そもそもが元だから、昔の過去の人たちだからっていうのもあるけど、私はね、その元カノさんたち、その当時は彼女だったわけですよ。今は元だけど。でもね、元カノさんたち
よりも一つね、位が高いわけですよ。だって奥さんだから。でしょ？だから、なんだろうね。その付き合ってる当時のこといろいろ聞いたとしても、なんか最終的にあなたを手に入れたのは私だから、そう、高みの見物ってやつ。そうです。大人の余裕です。そう。まあ、余裕ですね。冗談じゃないよ。本当だよ。うん。ね。まあ、別れるのだって、いろんな理由があって別れて、向こうからね、もう無理ってなって、お別れしたこともあっただろうと思うけど、いや知らないけどさ。だけど、元カノさんたちがみんな好きだった、この目の前にいるあなたは、今ね、私のものだから。そう。だからあんまり、まあ、強くはやきもち焼かないのかも。変わってる？そうかな。うん。なんか、付き合ってて、で、結婚して、このなんか、うちの実家にあなたが堂々と泊まるみたいなのがさ、一番結婚したっていう感じがするよね。だって正直さ、まあ、普段の生活はさ、もちろん前とは変わったけど、だけど、なんだろう、なんか別に同棲してたわけじゃないけど、週末とかはずっと一緒にいたし、ね、結婚してるみたいなもんだったじゃん。なんか普段の生活はずっとそれが続くっていう感じで、なんだろう、いきなりいろんなことがバッて変わったわけじゃないけど、うん。うちの実家とかさ、そっちの実家とかに行ったり泊まったりするってのがなんか結婚したって感じするよね。昔さ、バイトしてた時に、なんか、あの、パートのね、おばちゃんたちが多い職場だったから、よくおばちゃんたちに混じってさ、あの、いわゆる旦那の愚痴みたいなそういうの聞いてたんだけど、ふんふんっつって。なんかね、
まあ全員じゃなかったけど、なんか半分ぐらいね、そういう雰囲気だったんだけど、おばちゃんたち、奥さんたちね。なんか意外と旦那さんが会社でどんな仕事してて、どんな、どんな地位についてるかぐらいは知ってるけど、課長とかね、そういうやつね。だけど、具体的にどんな内容の仕事しててさ、今どんなプロジェクトやっててとかさ、うん。なんか、そういうの全然知らないし、興味ないし、むしろ家で仕事の話しないでほしいみたいなことをね、言ってるおばちゃんたちが結構いたのね。なんかその場の半分ぐらいがそんな感じだったかな。まあ話し合わせてるだけの人もいると思うけど、でもなんか雰囲気的にそんな感じでさ、いや意味わかんないなって思ってた。ずっと。なんかね、まあ結婚長年してたらさ、その人たち全然30代とかじゃなくて、もう40代後半、50代ぐらい。だから、ね。だから、夫婦生活長い人たちばっかりだったけど、まあね、なんか、それだけ長い間一緒に暮らしてたら、まあいろんなことあるだろうからさ、一言には、ね、あれこれこっちが言えるもんでもないけど、でも意味わかんないなとは思った。うん。だって、私はめちゃくちゃ興味あるよ。だってあなたの職場での顔ってのも、私が知らない顔だから、うん。いや、どんな風に仕事してるのかなっていつも思ってる。うん。だって絶対さ、職場と家での顔って違って当たり前だから、うん。もしかしたら、ムードメーカーだったりするのかなとかさ、気配りしてたりするのかなとか、実はあまり笑わないで黙々と仕事するタイプなのかなとかさ、後輩たちに優しくしてるかなとか、もしかしたら怖がられてるのかなとかさ、あと、ね、どんなことを一生懸命やってて、どんなことがしんどくて、どんなことが楽しくて、何に悩んでるのかなとかさ、気にならないのかな。めちゃくちゃ気になるよ、私。うん。多分、さ、細かく本気で聞いたら、専門的で聞いても全く意味がわからない。私がね、意味がわからないこととかもあると思うけど、それはそれでさ、そんな、私が全く知らないような、そんな専門的なことやってるんだなーって、それはそれですごいなーってなるし、だからわかんなくても聞きたいんだよね。そうでしょ？結構聞くでしょ？うん。
そうだからそのおばちゃんたちと話している時にさ、家で仕事の話しないでほしいとか、ああそういう考え方もあるのかと思ってびっくりしちゃった。それをさ、結婚してからまた思い出して結構思い出してて、もうめちゃくちゃ私仕事の話聞くけどなとか思いながらさ、まあ本人が話したくない、家で仕事の話したくないって本人が思うんだったら、それは無理に聞くことでもないかなと思うけど、ね、どうなんだろう。私たちもこれから10年、20年、30年みたいな感じでさ、長く一緒にいたら興味なくなっちゃうのかな、お互いに。まあどっちがいいとか悪いとかって話でもないと思うけど、でもいつまでも仲良くいられたらいいな。んうーん、どうかな。なんか結構結婚なんかしない方がいいよとかさ、言う人もいるらしいけど、私の周りにはいないけどな。いる？そういう人。うん。きっと結婚が向いてない人もいるんだろうとは思うし、したくない人もいるし、それはね、それぞれの自由だし、それぞれの事情があるからいいと思うけど、でもきっと楽しいこともあるはず。少なくとも私は今のところ毎日楽しいよ。だって夢が叶ったもの。好きな人とずっと一緒にいたいっていう夢が叶ったから、楽しいに決まってるでしょ。ねえ、楽しくない？うん。え明日、明日帰ってから、やだ、やだ、やだ。実家だよ。そんなスリルいらないから。
やだ。はい、もう寝るよ。寝る寝る。明日。明日